USJ ウォーカーです。骨折をきっかけにユニバーサル・スタジオ・ジャパンを歩き始めました。 USJ の風景と小さな気づきを一緒に歩きながらお届けします。今日はウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター、ホグズミード村からホグワーツ城まで歩きます。ハリーポッターのエリアまでの道のりはゲートからお屋根のある橋まで行きまして、分岐を右へ進んでいくとその奥にあります。ワンダーランドとの境目から森が広がっています。入り口までにミストが出ているところがありますので、そこで暑い時はよく涼んでいらっしゃる方もいます。ドーンと広がったところに大きな岩がありまして、そこからが入り口になります。木々の間の小道を進んでいくんですけれども、草木の中から謎の生き物の声や動く音とかが聞こえてきて、今から人間界から魔法界へ近づいてるなって実感して、どうしても期待が高まっちゃうんですよね。このハリーポッターのエリアは2014年7月14日にオープンしました。 USJ 開業が2001年なので、開業13年目にできたことになります。フロリダが2010年、カリフォルニアは2016年に魔法界ができてますので、カリフォルニアよりも先なんですね。今も人気の高いエリアなんですけど、もうオープン当初は世界中からファンが集まってきてるなっていう印象でした。進んでいきますと、ホグズミートの入り口の手前にロンが乗ってきて、暴れ柳にかかって壊しちゃったマグルの車ですね、それが置いてあります。もう今にも潰れそうなボコンボコンっていう音を立てて、置かれています。それを過ぎますと、いよいよホグズミートの入り口になります。もう覚悟してください。もうこのゲートの向こうは別世界です。もう来た、やっと来たっていう気持ちになります。これくぐりますと、まず目に飛び込んできますのはホグワーツ特急です。こちらは動かない、フロリダとかは走るんですけど、こちらは動かない、蒸気機関車になっていますけど、いつも車掌さんがいらして英語でお話し相手されてますけれども、もう雰囲気もバッチリでございます。もうとってもいい感じ、乗りたいんですけどね。これは入り口裏側から見た、くるっと振り返ったところから見た光景です。街全体を見渡してみました。暑い時期でもこうやって雪がかかっていて、なんというか本当に別世界っていう感じです。もう車掌さんいつも暑くてもこうやって手を振ったりして頑張っていらっしゃいます。でこちら魔法を使えるエリアがありまして、バタービールのカートなんかが出ています。でお店の紹介なんですけど、左がずらっとお店が並んでますので見ていきたいと思います。はじめに出てくるのがゾンコのお店ですね。いたずらのおもちゃがいっぱいあるみたいなところですね。魔法のチェスとかも置かれています。で次に、ハニーデュークスのお店です。この無限に広がるコットンキャンディーとかがあります。スイーツが置かれてる。隣とこちらもお店は実際にやられています。ゾンコのお店とハニーデュークスですね。
こういうのね見てると飽きないんですよね。どうしても見入っちゃう。単純な作りになってるんですけど、どうしても見ちゃうんですよね。こういうちょっと不気味な人形とかも描かれています。で、目を移しまして、こちらは各寮の制服とかが飾られています。帽子とかネクタイとかですね。これは飾ってるだけって感じですかね。で、ハニーデュークスのお店なんですけれども、この無限に増えちゃう綿菓子ですねがあって、出入り口があって、スカルプの大きなグミ、これはないと思うんですけどね、こういうのがあったり、このね目玉の人形とかもね大好き。本当にね可愛いっていうのがあってるのかな、なんかねどうしても見ちゃいますね、いつもね。で、百味ビーンズが飾られています。この百味ビーンズ中にも売ってますので、ちょっと微妙っていう味のももちろん入ってるんですけど、楽しんでみてください。ハニーデュークスのお店でございました。これ見てますとね、こうやって中の方がね説明に来てくれたりしますね。特に小さいお子さんなんかは相手にしてこういろいろねアドバイスくれたりとか、そういう優しい方がスタッフさんがいっぱいいらっしゃいます。こちら百味ビーンズとともに有名なカエルのチョコですね、フロッグチョコですね。魔法のカードなんかも飾られています。こうやってねハリーポッターに出てくるものがもうどんどん出てきますので、見ていて飽きないです。ハニーデュークスの先は少しこうへこんだエリアになってまして、こちら3本のほうきっていうレストランがあります。で3本のほうきはもうここの雰囲気がすごくいいんですけど、比較的入りやすいレストランになっています。中もちょっとこうテラス席みたいなところもありますし、一度行かれてみてください。その隣はトイレ、マートルが住んでるトイレですね。ハリーポッターのエリアにはトイレが2つありまして、これが最初手前にあるトイレです。で次はメッセージ会は閉まってるんですけど、魔法の生物が置かれてる、ショップ、飾りがあります。でここにマンドレークって引き出すと赤ちゃんみたいになってっていうマンドレークっていう植物がいるんですよ。これもじーっと見ちゃいますね。引き出したら泣くんですね。これ映画そのままですね。はい。実はですね、このマンドレーク泣かない時もあるんですよ。これが本当のところはちょっとはっきりわからないんですけれども、向かい側で何かこうイベントみたいなされてるとちょっと泣かないようなことをおっしゃってました。はい。そういう時に会えたらレアだと思って楽しんでください。でこちら反対側にある植物なんですけど、先だけちょっとこううにゃうにゃって動くんですね。あんまりこう派手に動かないんですけど、これミンブルトニアっていう植物だそうで、映画の中に1回だけ出てきたっておっしゃってましたね。で次はティー&ケークスということで、
コーヒーカップとかケーキとかが回ってるエリアです。でその横に、オリバンダーの杖のお店があるんです。ここはなかなか洒落てます。でこの中で杖を選ぶじゃなくて杖が選ぶっていうショーがあります。でそれはオリバンダーさんが現れて一緒に杖を探してくれるっていうショーなんですけれども、それに待っている方がいらっしゃいますね。これもとっても外国の方に人気のショーですね。本当に映画に入ったようなそんな体験ができるところです。こちらさっきのマートルのトイレですね。向かい側に行きまして、オールのポスト、郵便屋さんですね。郵便屋さんがございます。中は普通にショップです。衣類とかグッズとかが売ってます。これ郵便物がいっぱい置かれてて、人気たっぷりのお店になってます。オールポストということですね。ここに、ゴミ箱じゃないんですが、ポストなんですね。ポストがあります。黒の絵が描いてますね。中はお店になってます。噛みつく本とかが置いてますね。そういうお店があります。でそこを過ぎたところに魔法が使えるエリアがあります。このなんていうんですか、これが回る、魔法で回るっていうような形です。こうやってそれを越えたところにこのお水が出るアクアメンティって言って、お水がこう吹き出すみたいな魔法が使えるエリアもあります。でうまくいくとお水が出る。これもうまくいくその度合いによって水がバサッと出る時もあれば、ちょっとしか出ない時もあるんです。でいつもではないんですけど、こうやって、指導してくれる方がだいたいいらっしゃって、こうするんですよって教えてくれるんですけど、あまりうまくいかなかったらこうですよ、ああですよってアドバイスくれたりします。で成功すると、あなたは素質がありますとかって言ってくれるんで、もうとっても嬉しいです。その横ですね、お隣のお店の入り口です。こちらはマントとか置かれてますし、衣装なんかなんですかね、寮のいろんなものとか T シャツとか置かれてるんですけれども、こちらがオリバンダーのお店ですね。でその向かいにはチュロスが売ってます。でホグズミートの橋なんですけど、橋のお店で魔法が使えるところがあります。これクディッチのボールですね。ボールがこううずうずしてるんですよ。これをこう魔法がうまくいくとふわふわふわって上に上がります。あんまりこう杖の先をあまりこう跳ね上げるようにしない方がいいと思います。こうふわふわふわってボールを揺らすとボールも上がってきますよ。ホグズミートの端まで行きますと石の舞台があるんですよ。でそこでいろいろショーをしています。これはフロッグクワイアっていうコーラスの舞台ですね。ショーがあります。ストリートショーですね。あとこちらはヒッポグリフマジカルレッスンって言って、丁寧にお辞儀しましょうっていうレッスンをやってる模様ですね。いろいろあるんで、あとダームストラングとボーバトンのパフォーマンスっていうのもあるそうです。そちらは映像にはないんですけど、そういうのもあるそうです。その前に、バッタービールのお店があります。そしていよいよホグワーツ城でございます。
きましたね。時計台どっかで見たことありますよね。はい、バタービールのカートですね。ここもいつも、人気がありますけど、ちょっと甘くてスカッチ、なんていうんですかね、スカッチのみたいな感じですかね。向かい側には杖のカートがあるんですけど、先にもあるんですけど、この外にあるカートの杖に関しましては、魔法が使えるものと使えないものがあるので気をつけてください。はい、こちらはホグワーツですよと。そして私が大好きなエリアがここなんですよ。湖あるんですけれどもね、学校の下に湖がありまして、ここがとっても落ち着くところなんで、一度来られた方はぜひ見ていただきたいエリアです。湖のね下にね、ホグワーツ城が映っていて、もうとっても綺麗なんですよね。この湖なんですけれども、水がちょっと黒いんですよ。それでしっかり景色が映り込むっていう形になってるそうですね。はい、湖の向かい側にはオリバンダーのお店の裏手になります。こうやってね、水がちょっと黒いところがまた不気味でいいんですよね。とっても落ち着く場所です。はい、湖を過ぎましたら、いよいよホグワーツ城の方に向かっていきたいと思います。ここでアトラクション2つありまして、ハリーポッター&ザ・ファビトン・ジャーニーっていうのと、向かい側にはフライト・オブ・ザ・ヒッポグリフ。ヒッポグリフの方がちょっとあまり怖くない。で、付き添いも92センチのお子さんから乗れるっていうようなものになってます。ハリーポッター&ザ・ファビトン・ジャーニーの方、本当にハリーポッターの世界表してるんでね、ぜひ乗ってください。私は乗り物用意するのでちょっと苦手です。はい。ヒッポグリフの方はハグリッドの小屋とかも見れるので、なんていうんですかね、そのハリーポッターの世界を味わうにはとてもいいアトラクションだと思います。はい、このホグワーツ城のここから見た景色です。で、その奥ずんずん進んでいきますと、いよいよもう最後の宿になるんですけど、魔法を使えるポイントがあります。旗がうまくいくとパタパタってはためきます。で、ここ私のおすすめのトイレです。こちらのハリーポッターのエリアには2つのトイレがあるって言ったんですけど、この奥のトイレは、ちょっと規模が小さいんですけど、だいたい空いてますし、こちらにもマートルがいますので雰囲気もいいですし、私は全エリアの中でここのトイレが一番好きなんで、ここによく使わせていただいてますね。ドアとかも雰囲気ありますよね。はい、壁にはフクロウがあったりとか、こうやって学校関係者専用とかね書いてあったりして、いいなって思いながら通ってます。で、こちらですね、最後の魔法使えるさっきの旗がピタピタピタって動くんですね。あんまり杖は大振りにしない方がいいかもしれないですね。はい、で、こちらホグズミードですよっていう看板ですね。こちらもトイレがありますよと、この雰囲気壊さない感じでね、森の中に立ってます。トイレの筋の隣なんですけど、
フィルチーのお店になってまして、アトラクションの出てきたところにつながってるお店です。アトラクション乗らない方もちょっとフクロウの人形欲しいなと思ったら入れると思います。でこれさっきの旗を逆から見てるんですけど、ヒッポグリフのアトラクションが終わった方が通ってますね。それぞれ各寮の旗が立ってます。どこの寮が好きですか？こちらが、魔法で動く方の旗ですね。パタパタパタってうまくいけば旗がひらひらひらっとなりますので楽しんでみてください。あと魔法のエリアですね。入り口近くのところを紹介してなかったんで説明していきたいと思います。入り口入りまして、ホグワーツ特急があります。このホグワーツ特急のすぐ横ですね、荷物カバン、旅行カバンが置かれてるんですけど、これ魔法でうまくいくとパカパカと開きます。ここも人気のエリアです。パカパカって開くんですよ。でここちょっと集まってまして、この建物の向こう側にも魔法のエリアがあります。こうぐるっと回りますとこちらですね。こちらにも魔法が使えるところがあります。どこかと言いますと、こちらの煙突から煙が出るっていうパターンと、こちらの門ですね、こちらの鍵がガチャガチャって言ったり、ドアがドドンって言ったりして音が鳴るんです。そして最後の魔法のポイントなんですけど、先ほど紹介したハニーデュークスの横道入ってちょうどハニーデュークスの裏手にあります。裏手入っていきますと、奥にちょっとお人がいらっしゃったんで撮らなかったんですけど、雪が降るエリアがありますよ。こうやって、ファンタスティック・ビーストの、ニフラーとかベビードラゴンとかもいるんで、ちょっと見てみてください。いかがだったでしょうか。魔法界素敵ですよね。私ここ大好きなんですよね。今ちょっと工事してるんでね、幕が張ってたりするんですけど、ぜひぜひ会いに来てください。杖なんですけど、杖の先から魔法がこう叶えられるっていうことになってますんで、杖は傷まないようにしてください。私カバンに直接入れたりですね、あとは子供に持たしてこう地面ガラガラとかやっちゃって先が傷ついたんですよ。それで魔法効きにくくなっちゃって、あんまり使えない状態です。でこれもしそうなった時はオリバンダーのお店に持って行ったら、まだ魔法使えるのか、もう魔法の効力がなくなっちゃったのかっていうのを調べてくれますので、諦めないでくださいね。でもそれ以来はこうやって袋に入れて持ち運びするようにしています。これ自分で作った袋なんですけど、次回はこの簡単な杖袋の作り方をご紹介したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録、高評価で応援していただけますと幸いでございます。それではまた。